続きまして、朝日賞特別賞の贈呈です。この賞は、朝日賞本賞以外の分野において、長年にわたり国際的または社会的貢献が著しく、傑出した業績を挙げた個人、団体に贈るもので、1999年の緒方貞子様以来の贈呈となります。受賞された日本原水爆被害者団体協議会様から、代表委員の岩佐美紀壮様、事務局長の田中照美様、どうぞ舞台にお上がりください。2016年度朝日賞特別賞被爆者救済と核兵器廃絶の運動を通じた国際的貢献日本原水爆被害者団体協議会殿、結成から60年、一貫して被爆者救済と核兵器廃絶の運動に取り組み、国内だけでなく国際社会でも被爆の実相を伝え続けました。その業績をたたえ本賞を贈ります。2017年1月30日、朝日新聞社。おめでとうございます。重たいので気をつけてください。おめでとうございます。それでは事務局長の田中照美様からご挨拶をいただきます。岩佐様もご一緒に演台までお願いいたします。朝日賞特別賞をお送りいただき、日本被団協を代表して心よりお礼を申し上げます。日本被団協は全国都道府県の原爆被害者団体の協議体として60年前の1956年8月10日に発足いたしました。被爆から日本被団協結成まで11年、被爆者は日米政府から見捨てられ、沈黙を強いられ、原爆の後遺症に苦しみ、無理解による差別、孤立、貧困に苦しんだ苦難の10年でありました。とりわけ広島、長崎にいた被爆者は、自治体あるいは医師会の援助を受けることができましたけれども、それ以外の土地に散っていった被爆者たちは、全く孤立して10年の苦しみを一人で耐えていたのであります。1954年3月の米国のビキニ環礁水爆実験は、原爆被害、放射能被害の恐ろしさを白日にさらしました。原水爆禁止運動が燎原の火のように全国に広がり、国民の目が原爆の被害と被爆者の苦しみに注がれました。励まされ、日本被団協を結成した被爆者は、自らを救うとともに、私たちの被爆体験を通して人類の危機を救おうという決意を誓い合いました。日本被団協を結成した被爆者は、再び同じ苦しみを世界の誰にも味わわせてはならないと思いから、その願いから、非人道の核兵器の廃絶と原爆被害への国家保障の基本要求の実現に向けて運動を開始しました。その運動は今日まで続けられております。一瞬に壊滅した町、親を亡くした子、子を亡くした親、遺体を丸太のように扱った兵士たちの苦しみ、悲しみ、痛恨などなど、
被爆の証言は、国の内外を問わず、多くの人々の心を動かし、被爆者援護と核兵器廃絶の運動を広げました。日本被団協は、1975年の国連要請以来、1978年の国連軍縮特別総会をはじめ、核兵器不拡散条約の再検討会議、さまざまな国際会議や非政府組織、市民社会の活動に参加し、核兵器廃絶を訴えてまいりました。これらの活動が評価され、国連 NGO に登録され、ノーベル平和賞にもたびたび推薦されてきました。日本被団協結成後、3つの法律が制定され、援護施策は前進しましたが、歴代の政府は戦争による生命、身体、財産の市民の犠牲はすべて我慢しなければならないという戦争犠牲受任論によって国家保障を拒否し続けています。地球上には今も1万5000発余りの核弾頭が存在します。原爆被爆者と日本の市民社会が国際的に果たす運動の役割はますます重要になっています。被爆者の平均年齢は80歳を超しました。最後の力を振り絞って、被爆者が訴える核兵器廃絶国際署名を新たに開始しました。世界中の人々の署名で核兵器のない命に輝く青い世界を実現する活動です。朝日賞特別賞の受賞は、これらの運動を大きく励まし、ご参加の皆さんが被爆者と共に核兵器を速やかに禁止し、廃絶する条約が結ばれるよう、力を合わせてくださることをお願いして、お礼と皆さんへのご挨拶といたします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。どうぞお席にお戻りください。